はい、おはようございまおはようございます。朝を迎えました。朝迎えましたね。なんかバラバラ殺人事件があったホテルにジャンボに止められた。らしいよ。なんか、もう名前を変えてね。そう今は検索しても出てこないようになってる。そう、琵琶湖のすぐ横にある、琵琶湖でそういう事件があったみたいなね。そう、なんちゃらホテルっていうホテルに泊まったんですが、なんかおかげさまでよく眠れまして、なんか、私は大丈夫でした。俺も別に大丈夫だったよ。うん。ちょっと生臭い感じでしたけどね。あ、そう。それは、何、切断面の匂い。そうやめろよ。そういう意味じゃないよ。あ、本当。で、今日はこれから奈良方面に向かおうということで、はい、ちょっとね、文化発祥のね、地というかね、はい、日本のね、まあ、奈良に向かおうと思ってまして。文化発祥の地なんだ。らしいよ。京都より古いからね。そうか。そうそうそう。神話とかにね、出てくる世界よね。あ、そうかそうかそうか。ちょっと不思議な体験もできるかもしれないので、とっても楽しみです。じゃあ行ってみよう。行ってきます。結構綺麗じゃない？綺麗。山のね、色ね。そうだね。ここ結構さ、高度があるのかもしれないね。赤とかも入ってきたよ。本当だね。涼しいんだね。カラフルです。カラフルだね。こんなにカラフル。あ、たぬき村に来ました。たぬき村。たぬきうどん。登り窯って書いてあるな。そう、たぬき。たぬきの置物が数百体あるんだ。これあれだと思うんだ。この辺ってか、たぬきの置物が有名なんじゃない？あ、もう、この辺がね。瀬戸物というか、瀬戸物は瀬戸だけど、焼き物。焼き物、そうそう。たぬきでっか！あ、すごい。でっか！しかもバランスおかしいね、このたぬき。バランスおかしい。怖っ、これ。ちゃんと乳首ついてる。どここだわってんねん。すごいな、この辺なんか。ちょっと地味だけど面白いな。おもろいね。なんか、そういうの大事よね。独特な何かがあるっていうのは。大事。大事。ほら、めっちゃおるよ。わー、いっぱいいる。めっちゃおるよ。どうなってんねん。なんやこれ、たぬき村やん。たぬき村だよ。やば。もう陶器屋さんだらけ。金玉地面についてたでよ。だよ、もうジャンボがすごい今日、金玉に、すごいな、あ、すごい。石窯パンって書いてあったよ。ほら、お腹空いてるっちゅうね。そうだね。今うどん屋をカレーにスルーしてしまった。うどんとかでもいい？お前、いつものパターンだろ。ほら、確認してなかったからさ、うどんとかでもいい。昨日散々うどん食って。いい、もう何でもいい。何でもいい。お腹空いちゃってさ。オッケー。もう今、楽しくこうやって喋ってんじゃん。これカメラ回ってっから楽しい感じで喋ってるけど、腹の中イライラだからね。ブチ切れない。ブチ切れ、もう激ブチ切れだから。腹減りすぎて。そう。タヌキもあれ、殺したろかって思いながら撮ってる。そうだ、もうタヌキ。いっぱいできた、いっぱいできた。こんなん片っ端から割ってやろうか。
食えねえもんばっかり並べやがっ言いて。出しすぎや。道の駅、葉山。あやま。うん。あやま。よかったね。やっと飯だね。やっと。やっと飯。伊賀牛うどん。ね、今、伊賀なんよね。はい。伊賀牛って俺初めて食うわ。でも、これ。どうなの伊賀うまそうやぞ。牛。ね、いただきます。おいしい。あ、そう。甘辛く煮てあって。あ、味がついてんのね。で、歯応えだし、ちゃんとね、お肉、なんか、自分で。いいね。うまいわ。はい。なんでもうまい、今は。うまい。ごちそうさまでした。よいしょ。あやめ、あやま。あやま。うん、あやま。美味しかっ美味しかった。こうなんかすんげえ丁寧なお食事でした。た。そうよね。うん。まあ、道の駅とか、高速道路のサービスエリアとかって、う食券機多いよね。ん。うん。お、食券じゃなかった。食券じゃなかった。もう、温かくね、おばちゃんがね、うん。手で受け取ってくれました。そう。言葉でね、うん。案内してくれてね。それで、お豆腐とかの付け合わせも、すごく味が濃くて美味しくて、豆腐濃い、そうね。大豆って感じがすごいしたし、旨味があるよね。あと里芋の煮っころがしも美味しかったあれうまね。かったな。全部手作りな感じがあったよね。そうだね。うなんか食べた後もなんか嫌な感じがない、美味しい感じでした。ん。美味しかったです。うん。じゃあエネルギーチャージしたんで、うん。頑張ろう。はーい。ああ、すっげえ山に入っていくんだよ、これで。そうだね、こっち側に行くんでしょ。ほら、見て。三つ江。ソネじゃないんだね。ソニだね。ソニって読むんだね。ソニ。ソニ高原。うん。山並ロードに入ります。山並ロードです。山並でーす。山並ロード。山並ロード。ソニ高原方面に向かっております。ソニ。あと三江っていうね、うん三江村っていう場所もありますね。なるほど。三江もなんかね、神話というかなんか逸話があるみたいですよ。どんな？なんかね、うん。杖にまつわるね。杖。へえ。仙人かなんかが関係するんじゃないですか。なるほど。ですけど怖っ。今撮りたかったけど撮ってね。人間の形したかかしな。かかしが気持ち悪いぐらいいたの今。リアルな前かがみのおばあさんみたいなね。そう。怖いよ。なんか奈良県私初めて来たんです。あ、そうなんや。なんかまあ小学校の頃来たのかな、わかんないけど、奈良の大仏とかね。奈良の大仏行ったことある気がするから、それは来たかも。でも奈良ってなんかドスが効いてるよね。そうやな。なんか濃い感じがする。自然がちょっと怖い。うん。人に見られてます。すごく。そうで、ただその辺の山とかが、うん。もうそれ自体がご神体やったりするから。ああ、やっぱりそうなんだ。そういうの多いよ。だから今、その山なんちゃらロードに、山道ロード山並みの。山並みロードに入ったでしょ。そっから一気に山の力が変わって、なんかめっちゃ見られてる感があるよ。あるよね。そうだね。ちょっと肩が重くなる感じがします。パワーを感じますね。ねえ。変なことしたら罰当たるような感じがします。ちょっと、霊的に怖い感じがします。わあ、なんかすげえでっかい木がある。あ、すげえでっかい。パトカーとか何があってね流血神社。え、すごいな。ね竜の穴の神社。え、お、神木って書いて神る。木だ。じゃあ。でっかいぞ。ここすごっ。でっか。ここすごっ。
ってみようか。お参りしてきました。すごかったね。室生龍穴神社。うん。日本三大龍穴。はい。龍穴って何？なんか、龍が潜む、洞窟があるそうで、平安時代から、ずっと、お祈りされてる、祀られてる場所で、なんとですね、雨を司る神様だそうですよ。龍だからね。うん。雨降らしたり、山したりもそうだね。そう。そういうこと。だからこの雨の中、お参りしたっていうのは逆にいいんじゃないでしょうか。そうやね。もしかしたら、呼んでもらったのかもしれへんね。ねえ。ずっと雨降ってきてね。うん。で、この今後ろに見えてるこの夫婦杉。うん。これ夫婦杉って言うんだって。ああ、特にこっち側かなこの辺かなうん。あれでしょ。あ、これかこれ、2本合わせて夫婦杉。あ、そうなんだ。そう。なんかこっち側にも、下で繋がってる杉もあって、そんなんあるんや。そう、そこはなんか縁の、成就とか、そういう、縁を長続きするので、結構お祈りされてる。これは夫婦円満やねんけど、樹齢がなんと600年以上。600年だそうです。すごいね。いやもうなんか歩いただけで、周りからすごいパワーを感じる場所で。そうやねんな、不思議なんがね、この樹齢600年。これだけじゃないんですよ。ものすごい太くて背の高い木が、この奥にはたくさんあるんだけど、反対側にはないんですよね。そう。多分そんなさ、伐採してないと思うんだけどさ、昔からあるんやと思うんやけど、こっち側だけがこんな、ぶっとい木ばかりっていうのはなんか神秘的なものを感じるんですよ。はい。いや、なんかいいものが見れました。お邪魔しました。めちゃめちゃでかいね。でっかい。ねえ。なんかさ、パワーがすごい。これに関してはさ、樹齢何年なんやろ。わかんないね。ね、さっきので600年でしょ。これ神社の中の木よりもこっちの方が太く感じるよね。圧倒的に太い。で、ご神木って書いてるよね、これはね。書いてある。これが一番太いんじゃない？なんかね、ゾワゾワする。そうな。引きで見たらこんなんよ。なあ。またパワーいただきましたね。いただきました。すげえな。なら、まだまだパワースポットあるみたいなんで。行くで。行くで。はい、今回の旅もお楽しみいただけましたでしょうか？はい、今ね、おまけとして撮ってるんやけども、もう年が明けました。はい、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。お願いします。今回の動画も楽しんでいただけたと思うんで、引き続きね、今年も我々をよろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ5万人突破し、ここから目指すは10万人ですね。そうですね。はい。はい。では、引き続き、お楽しみください。イエイ。